親切。4。申し訳ありません。あの女が私の前でボロボロ涙をこぼして頭を下げている。でもこれは決して本心ではない。とにかく謝っておけというこの女の心が見え隠れしている。夫は私をどんな女だとこの女に話していたのだろう。なんだか薄っぺらい女だなと思った。夫はこの女のどこが良かったのだろう。私はこの女と比べてどこが劣っているというのだろう。ねえ、そうやって謝れば何でも許してもらえるって思う？夫は私をそんな簡単な女だと話していたの？お嬢様育ちの世間知らずだとでも？私の母はね、あの女にたっぷりお仕置きしたわよ。何の話を？女は首をかしげて私を見る。人のものを取るのは悪いことなの。だから、お仕置きが必要なの。お仕置きって、慰謝料ですか？あまりにもバカな質問に笑いそうになった。お金でことが済むほどこの世は甘くない。私は人に親切にするのは好きだけど、私に害をなすものは大嫌いだ。だって、母が人に迷惑をかけることは、とても良くないことだって言ってたのだから。ねえ、夫がなぜ私と結婚したと言っていた？私がお嬢様で、実家が資産家だからよ。私はね、お金には全く困っていないの。だから夫も私とは何があっても別れない。あの人には財産なんて一円もないんだから。でもね、あの人も私を見くびっているのよ。私が何にも言わないなんて。じゃあ、何を？母から父を奪った女はね、両足を失ったのよ。私は耳元に口を持っていって、そっと囁いてあげた。あなたは何をなくしたい？お望みのものでいいわよ。その耳をそぐ？それとも花？それとも目玉でも食い抜いてみる？そうなったらその綺麗な顔はどんな顔になるのかしらね。その言葉に女はやっと恐怖の色を浮かべる。私はね、お金や物なんていらないの。そう言って私はとても優しく笑ってあげたのに、女は頬をひくひくと引きつらせて、唇をブルブル震わせながら逃げていった。逃げるなんて卑怯だ。私はまだまだ
話したいことがあったのに、本当にどうしたものかしら。逃げて許されるほど世の中って甘くないのよね。あの女は夫の会社の女だった。住まいも趣味も、通っている美容院も、行きつけのお店も、実家もすべて調べ上げている。しかもなんと、あの女には夫以外にも男がいた。要するに、夫はお金を貢いでくれる格好のカモだったのかもしれない。同じ会社に夫以外に2人、通っている美容院の男とも関係を持っているようだ。仕方ないから、いろんな人とホテルに出入りしている写真を、もちろん夫も含めて、ご実家と会社に送ってあげた。そうしたら、その夜、夫は青い顔をして帰ってきた。どうかしたの？なんでもない。なんだかピリピリしている。おかしいわね。これであんないい加減な女とはお別れできたはずなのに。私に感謝してもらってもいいくらい。その数日後、何を思ったのか、あの女がうちにやってきた。あんたのせいなんでしょ。何を言ってるの？あんたでしょ？あんな写真を送ってきたの。うちの実家にまで。おかげで私はもう実家にも帰れない。会社にもいられなくなったじゃない。みんなにも、あんたの旦那にも責められて。だいたいおかしいんじゃないの？あんたの旦那だって、会社で立場なくなってるよ。これでも随分と負けしてあげたのに、そんなことを言われるなんて、心外だわ。おまけって何よ。だって、たかが写真じゃない。手も足もついてるでしょ。あなたが私の夫にだけじゃないって分かったから。遊びだからそれで許してあげたのよ。何言ってるの？いくらでもチャンスがあったのに、見逃してあげたのよ。だから、何の話よ。ほーら、駅の階段とか、ホームとか、横断歩道でも、いつでも背中を押せたのよ。でもやめておいてあげたの。あなた、私から夫を取るつもりじゃなくて、ただの金づるにしていただけだから。そんなことしたら、あんたは犯罪者になるのよ。それが何か？だって、悪いことをした人を懲らしめるためだもの。仕方ないわ。あ、じゃあ、その指でも切ってあげようか。ちょっと、待ってね。今、ハサミを持ってくるわ。新しいハサミだから、よーく切れるわよ。そう言って私が家の中に入って、ハサミを持って出てきたら、女はいなくなっていた。なんだ、つまんない。せっかくここまで来たんだから、指くらい置いていけばいいのに、なんて少しだけ思った。でも考えてみたら、そんなもの置いていかれても邪魔かもしれない。母のようにうまくはできないものだ。そう思うと
母はやっぱり素晴らしい人だったんだなって改めて思った。なのに、その日家に帰ってきた夫がいきなり私に向かって怒鳴りつけた。おい、お前なのか？何の話？エリカから連絡があって、あの写真を送ってきたのはお前だって。そうだけど？それがどうかしたの？そうだけどって、お前、自分が何をやったか分かっているのか？もちろん、悪いことをした人には、お仕置きをしないといけないでしょ？エリカが、お前は狂っているって言ってたぞ。変なの。人のものに手を出したら罰が当たるって教えてあげただけなのに。これって親切なのに。でも、あなたのお仕置きはまだこれからなのよ。は？そのまま私は夫の前に進む。夫は目を見開いて私を見下ろす。何を？ポタポタと滴る血に、夫はわけがわからないという顔をする。私はそのまま、深く持っている包丁を突き進めた。案外簡単に入っていく。お前。だって、お母さんが言っていたのよ。人を裏切った人間には、制裁が必要だって。目を見開いて、私を見下ろす夫に、私はにっこりと微笑んでそう言ってあげた。でもなんだか失敗したみたい。床に転がった夫はいつまでもわめいている。ちょっとうるさい。これじゃあご近所迷惑になるわ。人に迷惑をかけるのはいけないから。繰り返し刺してあげた。そうしたらやっと静かになった。これを運ぶのは大変そうだ。でももうちゃんと入れるものは買ってあるから、きっと大丈夫。3日後、夫の会社から連絡があった。夫が出社してないというのだ。そりゃあそうだ。夫は私の冷凍庫の中で静かに眠っているのだから。会社の人は、夫は問題を抱えていたから失踪したのかもしれないと言った。私は黙って聞いていたのだけれど、なんだかみんな同情してくれてすごく優しかった。親切な人ばかりだ。そういえば、あの女の様子はまだ調べてくれていた興信所の人が言っていた。あの女はすごく様子がおかしくなり、いつも後ろを気にして怯えて、とうとう叫んで手がつけられなくなって、どこかの病院に収容されたらしい。一体どうしちゃったのかしら。私にはさっぱりわからない。つづく。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録して、この続きもぜひご視聴くださいませ。チャンネル登録、いいね、コメントなどなどいただけるととっても嬉しいです。次回もご視聴お願いしますね。